本日は寝る前30秒の熟睡ルーティーンというテーマでお届けします。不眠症、眠れないといってもその様子は様々です。なかなか寝つけない入眠障害、夜中に目が覚めてしまいそこから眠れない中途覚醒、朝早くに目が覚めてしまう早朝覚醒、ある程度寝ているのにぐっすりと眠れたという満足感が得られない熟眠困難、大きく分けるとこの4つになると思います。本日の動画はこのように眠れないでお悩みのどのような方にも効果が見込める、寝る前の30秒で睡眠の質がぐっと変わる、手軽に簡単にできる方法を紹介します。今回の動画もまだ誰も話していないかなり貴重な内容になりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、こんにちは。野村整骨院長の野村明夫です。あらかじめ伝えておきますが、今日お話しする内容は、日中軽い運動をしていると熟睡しやすくなるとか、熱いお風呂は交感神経を優位にしてしまうため、ぬるめのお湯で半身浴しましょうとか、眠りが浅くなり中途覚醒につながりやすいので、寝る前のお酒は控えましょうとか、お腹いっぱいで寝ると寝ている間も脳が活動しているので熟睡の妨げになるとか、就寝2時間前のスマホやタブレット、パソコンの使用は控えましょう、どうしても使う時はブルーライトカットのメガネを使用しましょうとか、寝室はなるべく真っ暗にし、枕や布団を見直し、自分が眠りやすい素材のものに変えましょうとか、アロマオイルを焚きましょうといったような睡眠環境を整えていきましょうと一般的に言われているような内容はお話ししません。なぜなら仕事や生活環境の影響でなかなか整えられないという方もおられると思いますし、それにあなたはこれらのいくつかはもうすでにされているかもしれません。もう少し言いますと、そんなことを気にしなくてもぐっすり眠れている人もいるじゃないかと思われる方もいるでしょう。ちなみに私は日中はほとんど運動しませんし、熱めのお湯で肩まで浸かることもありますし、寝る直前までスマホをいじっている時もあります。もちろんブルーライトのカットのメガネは使用しませんが、毎日数分で寝落ちすることができますし、ぐっすりと眠れ、朝も爽快に目覚めることができます。誤解のないように言っておきますけども、睡眠環境を整えなくていいと言ってるわけではありません。もちろん睡眠環境は整っているに越したことはありません。お伝えしたいことはもっと重要で具体的で明確なポイントがあるということです。それでは早速いきましょう。ではその具体的な内容ですが、寝る前に何をしたらいいのか、何に気をつけたらいいのか、それは姿勢です。姿勢と思われたかもしれません。ですが実はこれはとても重要なことになるんです。よく考えてみてください。眠るという行為は布団もしくはベッドのわずか1畳ほどのところで一晩中過ごすことになるのですが、その時どのような格好で寝ているでしょうか。一晩中ほとんど同じところでじっとしていますよね。これ寝ているからいいものの、ちょっと想像してみてください。眠らずに起きている状態で何もしないでじっとしていることはなかなか骨の折れることと思います。事実寝床に入ってなかなか寝つけないでいるとイライラしたりゴソゴソしたり寝返りを打ったり、ほとんどの人は動きたくなるのではないでしょうか。ですから寝る時の姿勢というのは本当に重要なのです。で、この姿勢ですが一体何と関係しているのか。それはズバリ循環です。循環というのは他の動画でいつもお話していますが、血液、リンパ液、毛脊髄液の循環です。人は軽く動くことでこれらの循環が良くなるようになっています。反対にじっと動かない状態でいるとこれらの循環が悪くなってきます。事実肩こりや腰痛は同じ姿勢をずっと続けていると痛くなってくると思います。これは同じ姿勢を続けることで同じ筋肉ばかり使い、その筋肉が硬くなり循環不良が起こっていることを痛みとして知らせているわけです。ですから寝るという行為は少なくとも数時間は同じ姿勢でいることになりますので、体はできるだけ循環がいい状態を保ちたいわけです。で、ここからが本題なんですが、その寝る時ですが、大きく分けて3種類の寝方、寝ている姿勢というのがあります。あなたもこれのどれかに当てはまっていると思います。それはまっすぐ寝る、丸まって寝る、そしてうつ伏せ。この3つです。これはその人によって変わってきます。
で、先ほどお話ししましたように、この姿勢で寝ることによって循環がいい状態を保てるわけです。ですからあなたも自然にそのような寝方をしているはずなのですが、自分はどのような姿勢が適しているのかと気になることでしょう。その見極め方ですが、これは簡単です。朝起きた時どのような姿勢で寝ていることが多いか、もしくはいつもどのように寝るとしっくりくるのか、ちょっと気にしてみてください。その格好が一番あなたに適した寝方になります。で、重要なのはここからです。寝る時の姿勢は分かった。じゃあ次は、その寝る前の30秒ルーティーンってと気になってると思いますので、すぐにお伝えしたいのですが、その前にもう一つだけ重要なポイントがあります。それは、これをした時にどのような効果があるのか。これを意識して行っていただかないと、効果が半減してしまいます。でも反対に、これを知った上で実践していただくことで、効率よく短時間でぐっすりとした睡眠効果が得られます。こういう目的で行っていると知った上で行っていただくことで、効果は倍増し、熟睡度が変わってきます。で、その意識していただきたいポイントなんですが、3つあります。1つはリラックス効果、2つ目は循環効率の改善、3つ目はストレスの解消です。リラックス効果はなんとなく分かっていただけると思いますが、2つ目の循環効率の改善というのは、これをしていただくと筋肉が柔らかくなり、それに伴い先ほどお話した血液、リンパ、脳脊髄液の循環がさらに良くなり、そして体、特に筋肉に溜まった老廃物も排出されますので、疲れも取れやすく爽快な朝を迎えることが期待できます。で、3つ目のストレス解消なんですけども、これもなんとなく分かっていただけると思うんですが、そもそも眠れない方はストレスの影響で自律神経の交感神経が興奮気味になっていることが多く、そしてこのストレスは筋肉に溜まることが多いので、日中溜め込んだストレスを解放する目的もあり、自律神経を整える効果もあります。以上の3つです。これを踏まえた上でお待ちかね30秒ルーティンです。とても簡単です。先ほどご自身の寝る時に適した姿勢、この姿勢で3秒間全身に軽く力を入れていただきます。3秒力を入れたらゆっくりと力を抜いてリラックスして5秒です。で、5秒経ったらもう一度3秒間力を入れて、そしてリラックス5秒。この3秒ギュッと力を入れてゆっくり抜いて5秒リラックス、これを3セット行います。たったこれだけです。で、実際にちょっとやってみますね。立っている状態なんですけども、寝ていると思っていただいて、で、まっすぐ寝ている人っていうのはだいたいこう大の字になっている人が多いんですけども、もうこの状態ですね。この状態でギュッと軽く力を入れる感じです。で、3秒力を入れたらゆっくりと力を抜いて5秒リラックスで、まっすぐ寝る人っていうのはね、体をね伸ばしたい人が結構多いので、こう手を上に上げてぐーっと伸ばしてもらってもいいです。で、足の方もぎゅーっと伸ばしてもらって、それで力入ってる感じで3秒間でゆっくり力を抜いて5秒リラックス、これを3セットですね。で、次に丸々姿勢っていうのはこういう感じで丸まってると、こういう感じで丸まってると思うんですけども、で、その状態でぎゅっと力を入れて3秒経ったら、あとゆっくり力を抜いて5秒です。これを3セットです。で、次にうつ伏せの人なんですけども、うつ伏せでこうやって寝てる状態になってると思うんですけど、その人はちょっと軽く布団を押すというか地面を押す感じですねにしていただくと力を入れやすいと思います。軽くギュッと力を入れていただいて3秒で、3秒経ったらゆっくり力を抜いて5秒リラックス、これを3セット繰り返します。3セットでだいたい30秒でできると思いますので、ぜひ実践してみてください。そしてその感想をコメント欄でお知らせいただけたら嬉しく思います。注意点ですけどもいくつかありまして、呼吸なんですけども、その時3秒の時はね、呼吸軽く止めていただいても構いません。3秒なんで。ただそのリラックスする時は息をパーッと吐いていただいて、吐く時は鼻からでも口からでも構いませんので、息をゆっくり吐いていただいてリラックスして5秒していただければいいと思います。はい。
はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。無料メール講座では YouTube では決して公開できない具体的なノウハウや公の場では話せないような内容も配信しております。これは LINE 登録していただいた方限定でお知らせしています。 LINE の登録方法は動画下の説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらから登録をよろしくお願いします。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。